皆さんこんにちは。今回は日本人の私がおすすめする一度は行きたい日本の温泉地5選をご紹介します。日本には全国各地にたくさんの温泉がありますが、今回はその中でも景色の美しさ、温泉街の雰囲気、アクセスの良さ、日本らしさ、外国人旅行者でも楽しみやすいこと、この5つを基準に選んでみました。東京から気軽に行ける温泉から、まるでアニメの世界に入り込んだような絶景温泉まで登場しますので、最後まで見ればきっと次の日本旅行で行きたい場所が見つかると思います。それでは早速見ていきましょう。まず1つ目は静岡県の熱海温泉です。熱海の最大の魅力は何といっても東京からのアクセスの良さです。新幹線を使えば東京駅から40分から50分ほどで行くことができるので、東京旅行のついでに1泊2日で行く人もとても多いです。そして熱海は普通の温泉地とは違って海沿いのリゾート温泉という雰囲気があります。ホテルや旅館の露天風呂から海を眺めたり、夕方にはオレンジ色に染まる海を見ながら温泉に入ったりと、かなり贅沢な時間を過ごすことができます。温泉街には昔ながらの商店街もあり、温泉まんじゅうや海鮮グルメの食べ歩きも楽しめます。さらに熱海は花火大会でも有名で、タイミングが合えば海辺の夜空に広がる大迫力の花火を温泉旅行と一緒に楽しむこともできます。東京から短時間で日本の温泉旅行らしさを味わいたい人にはまずおすすめしたい場所です。2つ目は神奈川県の箱根温泉です。箱根は外国人旅行者にとって最も行きやすい温泉地の一つです。新宿からロマンスカーやバスで行くことができ、東京観光と組み合わせやすいのが大きな魅力です。そして箱根の魅力は温泉だけではありません。芦ノ湖、ロープウェイ、大涌谷、美術館、海賊船、そして天気が良ければ富士山まで見えるというまさに観光の全部入りです。特に旅館の露天風呂から富士山が見える宿は非常に人気が高く、海外からの観光客にも大人気です。また箱根には高級旅館も多く、日本らしいおもてなしを感じやすい場所でもあります。部屋食で懐石料理を楽しみながら貸し切り露天風呂に入ってゆっくり過ごす、こうした日本の高級温泉旅館体験をしたいなら箱根はかなりおすすめです。3つ目は大分県の別府温泉です。別府は日本の中でも町全体が温泉と言えるほどスケールが大きい温泉地です。町のあちこちに湯煙が立ち上がっていて、初めて行くとその景色にかなり驚くと思います。日本人でも温泉といえば別府と答える人は非常に多いです。別府で特に有名なのが地獄めぐりです。青い温泉、赤い温泉、熱泥が湧き出る温泉など、普通の温泉とは全く違う景色を見ることができます。もちろん実際に入れる温泉も豊富で、露天風呂、蒸し風呂、家族風呂など楽しみ方のバリエーションが圧倒的です。さらに温泉の蒸気を使った地獄蒸し料理も別府ならではです。野菜、海鮮、肉を蒸して食べる料理はとても美味しく、グルメ目的でも十分楽しめます。日本の温泉文化を一番ダイナミックに感じたいなら別府は外せません。4つ目は愛媛県の道後温泉です。道後温泉の魅力は何よりも歴史の深さです。日本最古の温泉として知られていて、約3000年の歴史があるとも言われています。特に有名なのが木造建築が美しい道後温泉本館です。夜になるとライトアップされてとても幻想的な雰囲気になります。そのレトロな外観はジブリ映画千と千尋の神隠しの湯屋を連想する人も多いほど印象的です。実際に館内で入浴すると昔ながらの日本の公衆浴場文化を体験することができます。周辺には商店街もあり、浴衣で街歩きを楽しみながら愛媛名物のみかんを使ったみかんスイーツや鯛めしなど愛媛ならではのグルメも味わえます。東京や大阪から少し距離はありますが、だからこそ日本人がゆっくり癒されに行く本格温泉地という特別感があります。
5つ目は山形県の銀山温泉です。ここは今回紹介する中で最も映像映えする温泉地です。銀山温泉の最大の魅力は温泉そのものだけではなく、温泉街全体が一つの世界観になっていることです。川の両側に木造の旅館が立ち並び、橋を渡るたびにまるで昔の日本に迷い込んだような気分になります。特に冬になるとその美しさは別格です。川沿いの道に雪が静かに積もり、夜になると暖かい色のガス灯がポツポツと灯ります。その景色は大正時代にタイムスリップしたようでもあり、アニメの世界に入り込んだようにも感じられます。冬は雪景色とレトロな木造建築の美しさ、そして夜はガス灯が作り出す幻想的な雰囲気と、昼と夜で全く違う表情を楽しめるのも銀山温泉の大きな魅力です。さらに旅館で過ごす時間も特別です。窓の外に広がる雪景色を眺めながら温泉に入り、湯上がりには静かな温泉街を浴衣でゆっくり歩く。川のせせらぎと夜の静けさ、そして温泉街の温かい灯りが合わさって心まで癒されるような感覚になります。そしてもちろんグルメも外せません。温泉街の入り口にある野川豆腐屋は創業およそ130年の老舗です。名物の生揚げは銀山のきれいな湧き水を使った手作り木綿豆腐を揚げたもので、外はサクサク、中はとろっとした食感が絶品です。そして向かいにあるわらし湯では無料で誰でも自由に足湯を楽しむことができます。お豆腐を買って足湯に浸かりながらゆっくり味わうのも銀山温泉ならではの贅沢な楽しみ方です。また銀山温泉がある尾花沢市ではお蕎麦でも有名です。食事処では揚げなすおろしそばが特に人気で、かつおだしの効いた自家製だれと石臼で殻ごとひいた香り高いそばの相性が抜群です。噛むたびにそばの香りがふわっと広がって、温泉旅行の満足感をさらに高めてくれます。さらに和風スイーツも人気です。そばのソフトクリームは香ばしさがありながら後味はさっぱりしていて、きな粉や黒蜜のトッピングともとてもよく合います。絶景、温泉、レトロな雰囲気、そしてグルメまで揃っているからこそ、銀山温泉は多くの人にとって一生に一度は行きたい日本の温泉地になっているのだと思います。もし今回紹介した中で1カ所だけ選ぶとすれば、私は間違いなく銀山温泉をおすすめしたいです。最後に番外編としてもう一つご紹介したいのが鹿児島県の砂蒸し温泉です。これは普通の温泉とは違い、暖かい砂浜に体を埋めて楽しむとても珍しい温泉です。スタッフの方が全身に砂をかけてくれて、まるで砂の布団に包まれているような不思議な感覚を味わえます。体の芯から温まり、終わった後は驚くほどすっきりします。日本でもかなり珍しい体験型温泉なので、鹿児島に行く機会がある方はぜひ試してみてください。いかがでしたか？今回は一度は行きたい日本の温泉地をご紹介しました。東京から行きやすい熱海温泉や箱根温泉、スケール感のある別府温泉、歴史ある道後温泉、そしてアニメの世界のような銀山温泉。日本の温泉は場所によって魅力が全く違います。皆さんの行ってみたい温泉地はどこでしたか？ぜひ次回の日本旅行では自分に合った温泉地を探してみてください。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。